サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回はサンムーンの定番作品、食事用エプロンの作り方をご紹介させていただきます。型紙も無料配布していますので、ぜひご自由にお使いください。それでは食事用エプロンの材料を紹介します。こちら防水加工されたラミネート生地本体部分ですね。縦30センチ、横25センチ用意してください。そしてこちらポケット部分、縦13センチ、横25センチ。こちらもラミネート生地を用意してください。離乳食の食べこぼしをキャッチして服が汚れないようにするためにラミネート生地を使います。そしてこちらは型紙ですね。ホームページhandmade.com の方で無料でダウンロードできますのでご自由にお使いください。そしてバイアステープ125センチぐらい用意してください。こちらは自分で作ったバイアステープなんですけれども、市販で売っているバイアステープで十分大丈夫です。もしご自分で作られる場合はこういったテープメーカーを使ってバイアステープを作ってみてください。こういった長いバイアステープの作り方はまた後日動画で紹介したいなと思います。そしてこちらはピンですね。手芸用のピンも売っていますし、こういった100均のピンでも十分代用できます。そしてこちらがマジックテープ、だいたい縦3センチ、横 2.5 センチぐらいのマジックテープを用意してください。そしてチャコペンですね。そしてお好みでポケット部分にこういったタグをつけてポイントとしてつけるのも可愛いと思います。ネットショップや手芸店、いろんなところで売ってますのでお好みでご用意ください。そしてこういったレースやチロリアンテープ、ボンボンレースなどを飾りに使っても可愛いと思います。そしてこちらラミネート生地は滑りにくくて縫いにくいので、ミシンの押さえをこういった押さえに変えたら滑りやすくなり縫いやすくなりますのでおすすめです。それではこちら型紙作りをしていきます。型紙はホームページhandmade.com の方で無料ダウンロードできます。A4 サイズで印刷していただいて、こちらこのようにハサミでカットしていってください。では型紙が完成しました。このままお使いいただいてもいいですし、もしも何度も再利用する場合は厚紙やクリアファイルなどに写して何度も使ってもいいと思います。それでは型を取っていきます。このように中央に印をつけてこのまま押さえて型を取っていきます。そして先ほどの中央の印のところにこちら合わせて、これで立ちばさみで切っていきます。では続きましてポケット部分です。こちらもまずこのポケット、ちょっと見えづらいですけれども、このポケット部分のこの印をつけてこのように取ります。そしてこちら真ん中チェック印をつけます。そしてこちら上の部分だいたい縫い代2センチ取れるように残しておいてください。そしてこちらの真ん中のところ合わせてこのように切ります。そしてこちら真ん中のところを線引きます。ポケットの口の部分ですね。そしてだいたい2センチぐらいでいいので取って切ります。OK です。それでは生地を裁断していきます。まずポケット部分ですね。こちらそのまま縫い代は必要ありませんのでそのまま切ってください。そして先ほど取った縫い代の部分2センチぐらい、それは残して切ってください。ポケットの口部分をバイアステープで釣りたいという場合は縫い代も必要ありませんのでそのままカットしてください。私の場合はこういうように縫い代を折って布でこのように縫い代残して切っています。こんな感じです。
それでは本体ですね。本体はそのまま切ってください。はい、切れました。本体は型紙通り縫い代なしで切ってください。そしてこちらポケット部分は口のところだけ2センチの縫い代を残して切ってください。周りはその型紙通り切ってください。はい、それではポケット部分です。こちら縫い代のところをこのようにでピンを留めていきます。こんな感じです。今からミキンスタートです。ママ、頑張れ！レッツゴー！それではこれからポケット部分を縫っていきます。まずこちらの押さえ、こちら普通の押さえなんですけれども、こちらの滑りやすい押さえに交換します。それでは縫い始めていきます。始まりと終わりは返し縫いをしてください。では今回はせっかくなのでポケット部分にこちらのレースとタグで飾り付けをしようと思います。こちら先ほどはこのラミネートの部分を縫うために押さえを変えたんですけれども、普通のこちらタグなどは普通の押さえに戻してください。いらない部分はもうカットしてしまいます。そしてだいたい場所もお好みなんですけれども、私はいつもこれぐらいの位置にタグをつけています。こんな感じです。はい、それではポケット部分が完成しましたので、このように本体どちらも裏面をつけて留めていきます。こんな感じでピンに留めました。それでは今からバイアステープを塗っていきます。こちらこんな感じでバイアステープなんですけれども、このように開いてでこの線あるんですけど、縫うコツとしては少し内側のところを縫う方がいいです。そしてまずここスタートする位置が5ミリから1センチ以内ぐらいの間で残してスタートします。そして少しずつまずスタートして返し縫いだけして少しずつこのバイアステープをこの生地の型紙のところにちょうど合わせながら進めていきます。
カーブなどは特にゆっくり注意しながら塗っていってください。少しこのバイアステープはこう伸び縮みしますので、若干気持ち引っ張りながら縫うと綺麗にいきます。縫いやすいです。ここが一番難しいカーブのところだと思うんですけれども、こちらもこのバイアステープを若干こう引っ張ったりしながらカーブのところを沿わせていきます。こっちに若干引っ張って、こっちはこっちに引っ張るとちょっとシワがなりにくいようにできる限り最初はバイアステープって難しいイメージもあるんですけれども、このバイアステープの伸び縮みのコツを特徴を頭に入れておくと少しやりやすいです。ちょっとこう引っ張っているの分かりますかね。バイアステープをきれいに仕上げるためにも、この線より内側を気持ち1、2ミリ内側を縫う方がきれいに仕上がります。そしてこちら最初のスタート地点のところに近づいてきたら、こっちのこのスタートのところを折ってください。そしてその折ったところにこのまま合わせて進んでいきます。そしてこの先ほどの折った部分よりももう少し進んだところで返し縫いをしてそうすればこちらでちょうど今返し縫いで終わったところを切ります。下のバイアステープを切らないようにこの時気をつけてください。ではこんな感じでできました。次、バイアステープをきれいに仕上げるコツなんですけれども、この急なカーブのところで若干こういうカーブのところはやりづらいので、少しだけカットします。この生地のみを。そして切りすぎないように少しだけです。この方が綺麗に仕上がります。ちょっとご自分で見ていただいたときに、この縫ったところからの距離がこうと幅が広いところは少しだけカットすると綺麗に仕上がります。そしてここのカーブですね、こちらに少しだけ切り込みを入れます。この時バイアステープを切らないように、そして糸の切り込みすぎないように気をつけてください。こちらも切ります。両方少しだけ切り込みを入れます。こういうカーブのところは切り込みを入れてあるとワイヤーステープを仕上げるときに綺麗にできます。
バイアステープのところなんですけど、先ほどのこの折ったところ、これを一緒にひっくるめて、この感じで留めて、待ち針で留めてもいいですし、こちらでもまあ大体で留めておきます。一番気をつけるのはここですね。で他のところはもう大体でこの先ほどの縫い目、それをかぶせて、この端が 1,2 ミリかぶさるようにして留めていってます。で特に一番気をつけるのがこのカーブのところなので、カーブのところだけ待ち針留めておきます。これももうピンでもいいですし、どちらでも縫ってる時に調整していく感じですね。このところはだいたいこんな感じで、それで縫っている時に気をつけながら縫っていきます。それではバイアステープを縫います。先ほどのこちら気をつけて、まずここからスタートします。返し縫いからスタートして、そしてこちらがこの下の縫い目を意識しながら、こうずれないように、このような感じでずれないように意識しながら進めていきます。手で押さえて見ながらですね。カーブのところだけ慎重にこうきれいに整えながら縫っていきます。多分今まで自分の子供たちと、そしてありがたいことに、お客様にお嫁入りさせていただいて、食事のエプロンは何千枚ぐらい作ったのか、ベビー用品は本当にかなりの数作ってきました。で、我が家の娘も4歳になったばっかりなんですけども、未だにやっぱり食べこぼしでミートソースとか食べたりとかして服が汚れてしまわないように、食事用エプロンを使いながら今もご飯食べています。でこれもうすぐゴールですね。なので先ほどのところの位置と合わせて返し縫いをして、それでこんな感じに出来上がりました。こんな感じですね。次はマジックテープです。このマジックテープは3センチ、2.5 センチぐらいなんですけども、もうこのままつけるっていうのはちょっと、もしも赤ちゃんとかにこの角が当たって痛い思いをさせたくないので、私はこのカーブをいつも切って丸く、だいたい適当になんですけども切っています。ちょっとでも赤ちゃんの肌に優しいものになってほしいと。気持ちでのこんな感じで。それではこちらマジックテープはこちらギザギザ硬い方、こちら柔らかい方、ソフトの面、その硬い方をこちらに
そして柔らかい方をこのような感じでつけます。縫い付けます。それは柔らかい方がだったら赤ちゃんの肌に触れても痛くないかなっていうことです。マジックテープを縫い付けます。このマジックテープちょうどこのギザギザなところにちょうど当たると糸が切れる場合とか昔なんですけれども、今度できる限りこの間とかを見たらそのような糸が切れたりとか失敗することもないです。で次こちらですね。こんな感じで柔らかい方をつけます。こんな感じになりました。そうしましたらマジックテープ縫い付け終わりました。そしたらポケット部分をひっくり返します。完成です。エプロンが完成しました。イエーイ。大成功。大成功。